はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、リアルとデジタルの世界を行ったり来たりしなきゃいけない建築時代というテーマでお話しします。ちょっと建築の歴史が変わるところにもしかしたらね、僕たちは今いるのかもなぁと思ったので、その辺の話をしたいと思います。学びとかじゃなくって未来について考える放送にしたいと思っています。で、ちょっと今の僕の近況なんですけれども、ちょうどですね、奄美大島から東京に戻ってきていて、東京のプロジェクトの打ち合わせをね、バタバタと回ってるんですけれども、これ見るとやっぱり建築ってリアルな世界が主軸だよなぁと改めて実感しているところです。そこでの今日のテーマなんですよね。でね、結論から言っちゃうと、建築の CG 制作ってあるじゃないですか。それはリアルな空間を作るためのツールだけにしておくのはね、ちょっともったいないよねって思うんですよ。だからね、仮想空間でもちゃんと建築ビジネスに乗っけることをこれからは考えていかなきゃいけないよねっていうのが今日の言いたいところです。最近の CG ソフトって本当に技術すごいなって思うんです。実際に使ってみてそう思っちゃうんですよ。だって本当に簡単にリアルな CG が素早くできちゃうからね。昔のレンダリング見てたらびっくりですよ。これだったら本当に誰でもできるかもなと思ってます。でもね、僕らの建築業界で使われている CG パースっていうたらで、実際に作る空間を事前に伝えてね、確認を取るっていうものの扱いなんですよね。でもそれにしては本当にこの技術ソフトウェアって、もったいないので、思い描いたものをね、リアルな絵としてアウトプットをしてくれるんですよ。しかも簡単に。で、最近僕がね使っているソフトっていうのがツインモーションっていうソフトなんですけれども、まだ使い始めたばっかで何にもよく分かってないんですけれども、むしろ知ってる人に教えてもらいたいぐらいです。こういうのって若い方の方がよく知ってるっていう僕の勝手な既成概念なんですけれども、もし知ってる方がいたらぜひぜひ連絡ください。教えてください。でね、調べてみると買収した会社がね、ベースとなっているソフトアンリアルエンジンという、そことのね連動ができるんですよ。このアンリアルエンジンというソフトはゲームや映画で使われたりするらしいんです。ファイナルファンタジーとかディズニープラスの映像とかね、映画とかゲームの背景かな、なんかそういうのに使われてるようなんですよね。ここの分野は僕全くの素人無知なので、分かんないんですけど、でも確かにそういえばと思って、6、7年前かな、スペイン大使館で出会ったスペインのインテリアデザイン事務所の社長さんとねお話しした時に、アニメーション映画の背景を担当したって言っていて、その DVD 僕ねもらって見たんですよ。でそれをふと思い出したんです。あの時の僕はね、関係ないやぐらいにしか思ってなかったんですけど、これって結構先行してたのかもしれないですよねって今思うと
そう思ったんです。僕らの建築家やインテリアデザイナーって空間を作る仕事じゃないですか。今のね現時点でのリアルな空間にね、今のねなんて言ったら時代でリアルな空間を作っていることが今なんですけれども、本当はねそれだけに限ったことじゃないなとは思うんです。デジタルな空間もちゃんと向き合っていかなきゃいけない時代に突入していくんじゃないかなと。どっちが良いとか悪いとかっていうんじゃなくて、両方を見据えていかないといけなくなってくるんじゃないかなって思ってるんです。イメージで言うと、昔日本では木造建築がやっぱりメインだったのから、ビル建築、要は RC とかビルとかいっぱい立ち始めた変革の時に、いや僕神社とか木造建築しかやんないんだよねとかって言っていて、さらには寺院しかやらないんだよねって言ってばかりではダメではないんですけれども、なんて生き残れなかったわけで、需要がなくなって RC の建築もしないとね、設計しないとねって、ただそういう感じだなとは思ってるんです。仮想空間はリアルじゃないから建築じゃないよねとかって言われそうなんですけれども、そんなのはねその時代その時代によって見方は変わるもんですよね。今の時代に神社作らなきゃ建築家じゃないよみたいな人ってあんまいないですもんね。そんな感じで今日はね、リアルとデジタルの世界を行ったり来たりしなきゃいけない時代、建築時代というテーマでお話ししました。結論は、これからの建築の CG 制作はリアルな空間をね作るただのツールとして考えるんじゃなくって、仮想空間でもちゃんと人々に必要とされる空間があるよということを探していこうねということを、お話ししました。皆さんどう思いますかね。ご意見あったら僕に直接連絡くれると嬉しいです。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。まずは LINE のオープンチャットの方の URL を貼っておきますので、興味がある方はそこで質問してみてください。もっとね実務に入り込みたい方は、面談希望とか書き込んでみてください。もしね方向性が一緒であれば、実務の LINE グループにご招待しますので、それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。